今や世界各国で人気を集める韓国のアイドルグループ BTS。契約期間の7年を更新することが難しいと言われている韓国アイドルですが、BTS は期間満了を待たずして契約更新したことで話題を集めましたよね。そんな彼らのたびたび話題となる入隊後や解散、その後について実際にメンバーが思っていることをご紹介します。BTS メンバーが解散やその後について思うこと。BTS メンバーが兵役も控えている中、アーミーが気になるのは活動休止になるのか解散になるのか。特に最近アーミーになった方にとっては、こんなにも好きになったのに7人全員の姿を見られなくなるのではという感情も入り混じり、この先も BTS として7人が活躍する姿を応援したいので気になっているのではないでしょうか。そこで今回は今までメンバーが発言した今後の BTS についての言葉をまとめ考察をしていきたいと思います。ジン、ユーモアにあふれた気さくな性格と最年長らしい優しさを兼ね備えたジン。彼は過去に一度 BTS の解散について直接的に言及したことがあり話題になりましたよね。2018ママ・イン香港でアーティスト・オブ・ザ・イヤーを受賞した時のスピーチでは、2018年の1年間はとても辛い時期があったとし、僕たちで話をしながら解散するかしないか悩みもしましたと発言しました。続けて、解散危機をうまく乗り越えてこうやって頑張ってきて本当に良かったしありがたいと観衆の前で話しました。解散を意識した時間を乗り越え、たくさんメンバーで話し合いをしたからこそ、一層7人の絆が強いものになったのかもしれません。その後出演したユークイズ・オン・ザ・ブロックという韓国のバラエティ番組では、その時の発言についてメンバーにひどく怒られたと言っていました。しかし、最年長という責任ある立場であるにもかかわらず、アーミーや周囲に解散を考えたと正直に打ち明けたジンのアーミーに対するまっすぐな気持ちや心の距離の近さを感じる機会にもなりましたよね。BTS が解散を考えていた時期もあったという事実に驚きましたが、伝えてくれたジンにありがとうの気持ちも芽生えました。シュガ、BTS の楽曲制作に多く関わっているシュガ。普段はクールなメンバーですが、内に秘めた優しさが肝心な時にグループを支えていますよね。そんなシュガはもともとアイドルの寿命は長くはなく、音楽番組で1位になり単独コンサートをすれば自分の歌手人生を終えプロデューサーの人生を歩むと思っていたそうです。たくさんの楽曲を手掛けてきたからこそ次のステップは自然とプロデューサーを意識していたのかもしれませんね。また BTS の解散については墜落するより安全に着陸したいと発言しており、常に冷静に先を見ています。そんな彼も世界各国で認知され数々の賞にノミネートされ始めた頃は心が追いつかず恐怖心や負担を感じていたこともあったようです。それでも韓国のバラエティ番組では最後まで降りる瞬間にもステージにいたい。それが素敵なやめ方だと思う。観客が5万人から2000人に減ったとしてもステージに上がるのが残ってくれた方々のための僕たちの着陸ではないかと思う。と、実にシュガらしい言葉で BTS のあり方やアーミーへの気持ちを表現していました。ちなみに Tear というラップラインの3人が歌う楽曲は BTS が解散を意識していた頃にシュガがメンバーに向けて歌詞を書いたそうです。J-Hope 2018ママ・イン香港のスピーチではトップバッターを務めた J-Hope。いつもの明るいテンションで先頭を切ると思われました。しかし、ステージに上がる前、本当に心配しました。いつも良い姿を、失敗のない姿をお見せしたくて、毎回ステージに上がる前は緊張しながら準備しています。
この賞をもらっても、もらわなくても泣いたと思います。とても苦労したので、皆さんからたくさんの愛をいただいたので、お返ししたかったです。とてもありがたいですし、今、この瞬間に一緒にいるメンバーたちにありがとうと伝えたいです。と、この日は、笑顔の J-HOPE ではなく、終始涙をこらえて話しました。普段、不安な気持ちを見せない J-HOPE のこの発言は、アーミーにも印象深く映ったはずです。BTS のムードメーカーと呼ばれるほど、明るく前向きな言動が多い J-HOPE。そんな彼も、解散については、実は永遠なものはない。以前、シュガヒョンが墜落するより安全に終わらせたいという話をしたことがあるが、その話に共感したと、現実的な考えを明らかにしています。明言しているわけではありませんが、シュガのこの言葉に共感したということなので、小さな会場になったとしても、ステージを見に来てくれる人がいる時までは続けたいと思っているのではないでしょうか。RM。秀逸な才能の持ち主、RM。大きな愛でメンバーを包み込むリーダーです。2018ママ・イン・香港のスピーチで解散の話題が上がり、メンバーの多くが泣いている中、RM は笑顔で見守り、全員のスピーチの最後に明るく、カムサハムニダ、ありがとうございましたと挨拶をしました。どんな状況においても、リーダーらしく振る舞える RM がいるからこそ、BTS は困難を乗り越えられるのだろうと思えます。チンニムのスピーチで解散の話が出た時に、ナムチュンが笑ったのも、スピーチの後、明るくカムサハムニダって言ってお辞儀して締めたのも、すごくリーダーをしてて、グッときた。あの場で、ああ振る舞えたのは、確実にナムチュンしかいなかったから。ママ香港で、ジンくんからの告白も、涙を流すメンバーも、そんなみんなを笑って見守り前を向くナムジュンさんを見て、すごく安心して泣いたのを覚えてる。彼らの中で、ちゃんと、解散という終わりを乗り越えたんだ。だから今こうして笑って、ジンくんの肩を叩いてあげられるんだって。何度も噛み締めてる。そんな RM にも、前代未聞の偉業を成し遂げ続けたことで、活動に対して虚無感を抱いた時期があったそうです。自分たちの想像を超えた成功が、次へのプレッシャーや負担になっていたのかもしれません。RM は、雑誌の取材で、男らしさというレッテルは、時代遅れの概念。それを壊すのは僕たちの目的ではないけど、もし、僕たちが、ポジティブな影響を与えているのであれば、とても嬉しく思います。僕たちは、そのようなレッテルや制限を持つべきではない時代に生きているのだから、と話していました。歌やパフォーマンスを通して、新たな認識や価値を広めることを、活動のエネルギーの一つにしていることも、時代や評価に流されず、BTS が活動し続けられる秘訣なのかもしれませんね。RM がリーダーでいてくれる限り、BTS としても、メンバーにとっても、そしてアーミーにとっても、最適な道筋を誘導してくれるのではないかと思います。自民。愛嬌のある振る舞いと、努力を惜しまない誠実な性格が人々を魅了する自民。BTS の今後について言及した内容が、自民らしいと話題になったことがありました。アメリカの雑誌ローリング・ストーンの取材で、自分一人の道は考えられない。ひげの生えたおじさんになっているかもしれないけど、最終的には踊れなくなっても、メンバーと一緒にステージに座って歌い、アーミーと一緒にいたい。こんなのも素敵なことだと思います。だから、できる限り、この活動を続けていきたいと思っているんです。と話しました。アーミーにとっては、想像するだけでこの上なく嬉しい言葉で涙が流れてしまいますよね。ソテジさんのコンサートに参加して感慨深くなったジミーさんが、僕たち25周年になったらどうなるのかな？少年団じゃないよね。おじさん団？と照れながら言ったのが、可愛くて、愛おしくて抱きしめたくなった。おじさんどころかおじいちゃんになってもずっと応援させてほしい。
また、とても辛かった時に、ジミンは自分たちの動画を見たそうです。その時に、ファンの方が一緒にヤングフォーエバーを歌い、合唱している姿を見ていたら涙があふれ、なんで他のことを考えていたんだろうと思ったそうです。これは解散という言葉がよぎった時期もあったけれど、映像を見たら迷いが消えたということではないでしょうか。また、韓国で義務付けられている兵役について聞かれた際には、このグループの一員が亡くなることは考えていないと、強い気持ちを覗かせることもありました。ジミンは、期待を裏切らない、アーミーを嬉しい気持ちにさせてくれる言葉を発信してくれますね。テテ。端正な顔立ちに加えて、一言では表現できない多面的な魅力を持つテテ。天真爛漫な振る舞いで、メンバーやアーミーに愛されていますが、2018ママ・イン・香港のスピーチの中で、ジンが解散するかしないか悩んだと話した瞬間に、テテが大号泣したシーンがアーミーの間で注目を集めました。その瞬間に、どのような感情が溢れ出したのか、理由はわかりませんが、テテが解散というものにいかに真剣に向き合って苦労し乗り越えてきたことがわかる瞬間でしたよね。ステージ上では普段見せないテテの姿を見たアーミーの中で心配する声や気にかける投稿が多くありましたが、表彰式を終えたテテはアーミーと過ごした瞬間すべてが幸せだとアーミーを安心させてくれるようなツイートをしました。テテはBTS のメンバーたちとずっと幸せに生きていきたいです。もっと高い夢を見るよりは、今より少し低いところでもいいから、ただ僕たちだけで笑い合いながら、幸せにずっと音楽の仕事ができたら嬉しいです。と語っていますので、解散の選択はなく、長く BTS の活動をしていきたいと願っているのではないでしょうか。テテはメンバーの中でも、繊細な一面を持ち、バーンアウトを経験したことも告白しているので予想になりますが、BTS の成長速度の速さや高い評価に対して心身が追いついていない時期があったのかもしれません。ジョングク。マルチな才能と溢れ出る魅力から黄金マンネと呼ばれる BTS の末っ子ジョングク。ジョングクは解散を心配事と考えており、BTS を手放すことは考えたくないと思っているようです。ブレイク・ザ・サイレンスでは BTS が突然解散した場合どうしますかという質問に自分一人で何ができるかと考えてみたら何もできないことに気がつきました。私にできることはあまりありません。と発言したことがあります。末っ子で学生時代のほとんどを練習生や BTS の活動に捧げてきたジョングク。多彩な才能の持ち主ですが、自分にストイックすぎて自信がない一面もあるので、彼の良さが存分に発揮できるようになったのは、メンバーの力が大きいと考えているのかもしれませんね。ジョングクは、僕はヒョンたちに育ててもらい、ヒョンたちが合わさったのが僕とも言っているので、メンバーに対しての気持ちがより強いんだと思います。だからこそ、アーミーと関わることや、メンバーと活動することに強い意義を感じ、それがなくなることは考えたくないという発言をしたのかもしれません。とてもジョングクらしい考え方ですね。BTS がデビューした2013年には、50組ほどのグループが活動を始めましたが、現在も活動を続けているのは BTS だけです。解散まで話してたんだ。ジンがそれを話したとき、テテが涙止まらなくなって、その瞬間、グクが引き寄せてかっこよいって思ったら、それを見たナムのあの笑顔、本当に素敵な笑顔、エクボかわいい。あと、ユンギが楽しそうに、ペンジン組み始めて可愛かった。本当におめでとうございます。これからも応援します。大好き。こんなにも長い間、BTS とアーミーの関係が続くことはとても幸せなことだと改めて感じますよね。まとめ。
今回の記事では、BTS メンバーが解散やその後について思うことについてご紹介しました。メンバーそれぞれの考え方がありますが、7人で活動すること、7人を思いやる気持ちを大切にしているのは共通だと感じられました。強い絆で結ばれた BTS をこれからも応援したいですね。